海道も海外テックのこれまじミントです。みなです。今日は AI エージェントの設計軸が一体をどう動かすかから複数でどう分担するかで移った話です。これ技術仕様の発表？オープンプロ開発者のピーター・スタインバーガーが2026年7月18日に投稿した1行の軽い問いかけです。1行の冗談が6日後にはコースやロードマップになっていたの？これマジ？マジ。ただし今日の主役はその騒ぎのうちより中身です。ループエンジニアリングからグラフエンジニアリングへ、単体の挙動設計からエージェント同士の分担設計へ何が変わるのかを見ます。まずはこの6日間だけ手短に片付けよう。同じ7月18日 AI 評価の専門家ハメル・フセインはという記事を公開しました。複数の解説によるとこれは意図的なジョークです。何を風刺していたの？プロンプトエンジニアリング、コンテキストエンジニアリング、ハーネスエンジニアリング、ループエンジニアリングと似た実務を新しい名前で再放送し続ける業界の癖です。ところが記事は本気の新潮流として受け取られ、数日で講座、ロードマップ、ツール一覧が増えました。新しい言葉をからかった記事。新しい言葉の教科書になったんだ。そういうこと。投稿の閲覧数は2次情報源ごとに数十万から数百万まで食い違うので確定値は置けません。大切なのは人気の数字より言葉の奥に実務上の変化があるかです。本題。ループとグラフ、設計図はどう変わるの？ループエンジニアリングは一つのエージェントが実行、検証、記録、次のタスクという循環を回す設計です。改善の焦点はその一体が文脈を保てるか、失敗を検出できるか、何回で止まるかにあります。一人の仕事術を磨く感じだね。計画して、作業して、自分で確認して、また直す。グラフエンジニアリングでは計画役、実行役、評価役、安全確認役などをノードとしておき、接続関係まで設計対象にします。焦点は各モデルの賢さだけでなく、誰から誰へ仕事を渡し、誰が承認し、誰が止められるかへ広がります。モードを増やせばそのままグラフ設計になる？数だけでは足りません。革新はエッジです。エッジは情報、責任、権限、評価を運ぶ契約そのものです。例えば調査ノードから執筆ノードへ渡すのは検索結果の全文か、引用候補だけか、評価ノードは修正を提案するだけか、成果物を差し戻せるか、失敗率を測るのは実行役か、独立した監査役か、ここを曖昧にすると複数エージェントは協力チームより連門ゲームに近づきます。全員が自分の担当は成功と報告しているのに最終成果だけおかしいこともありそう。あります。ローカルな成功と全体の成功は一致しません。検索役は大量の資料を集めて高得点、要約役は短くまとめて高得点。でも必要な反証が途中で落ちれば全体では失敗です。それなら一番強いモデルを全部のノードに置けば安心？それも設計問題を消しません。強いモデルが複数いても同じ誤った前提を共有し、互いの出力を無条件で承認すれば一つの誤りが高速で循環します。グラフエンジニアリングの価値は能力を足し算することより違う役割と制約を接続することにあります。単体のプロンプト改善から組織図と業務フローの設計まで視野が広がるんだね。それが今回の軸です。単体の挙動から分担へ。ただしこの発想自体は2026年に突然生まれたものではありません。言われてみれば円もグラフの形だ。ツーリング、ポストのくせに汗はステートマシン、DAG、ワークフローエンジン、オーケストレーションシステムが何十年も前から同種の仕事をしてきたと指摘します。これは設計史を正しい位置に戻す重要な批評です。ではグラフエンジニアリングは昔のワークフローに AI を乗せた呼び名？かなり近い。ただ確率的に判断するモデルがノードへ入ると同じ構造でも運用上の難しさが増えます。出力が毎回同じとは限らず、境界条件をコードだけで列挙できず、評価そのものにもモデルを使うからです。データサイエンス土壌の整理を見ると、ランググラフは2024年1月から実運用され、ステートグラフ、チェックポイント、タイムトラベル型デバッグを備え、月間ダウンロードは数千万規模と報告されています。クルー AI は役割ベースのクルー。名前からして分担型だね。マイクロソフト、エージェントフレームワークはオートジェントセマンティックカーネルを統合した後継で、2026年4月に一般提供。Google、ADK は階層型のエージェントツリーと A2A。ラマインデックスワークフローズはイベント駆動の文書処理。オープン AI。エージェンツ、SDK は明示的なハンドオフを提供します。最後のものは完全なグラフより軽量なチェーンに近いという整理もあります。みんな同じグラフを作っているようで少しずつ対象が違う。そこも癖に汗の重要な指摘です。
グラフという語りには、処理順を表すコントロールグラフ、知識の関係を表すナレッジグラフ、実際に通った経路であるエグゼクショントレース、改善が巡回するインプルーブメントループという4つの意味が混ざっています。グラフを導入したと聞いたら、どのグラフか確認しないと会話がずれるね。結論は明快です。名前は新しい、中身は古い。それでも複数の確率的なエージェントを実務で管理するため、その中身は今も有用です。信号を革命扱いする必要も、古い発想だから無価値と片付ける必要もありません。チューリングホストが紹介する Google ADK2.0 の原則は分担の境界をよく表しています。行き先が予測できるルーティングはコードが担当し、意味の解釈が必要な工程はモデルが担当する。具体的にはどこまでコードに置くの？金額が上限を超えたら人間承認へ送る。検査に落ちたら再実行は2回まで。個人情報を含む成果物は外部送信を禁止する。こうした条件はコード側で固定します。一方、問い合わせの意図分類、資料間の矛盾の判断、曖昧な文章の評価はモデル側に置けます。全部モデルに決めさせるとルーティングまで揺れる。全部コードにすると現実の曖昧さを拾えない。その境界がエッジ設計です。さらにグラフは時間軸の違う2層に分けると理解しやすくなります。組織グラフは調査、実装、評価、監査のように長く残る役割です。利用モデル、アクセス権、責任範囲も比較的安定しています。会社でいう部署や常設チームに近い。作業グラフは一つの依頼を処理する間だけ生まれます。論点元の調査ノード、3案を並行評価するノード、障害発生時だけ呼ぶ診断ノードなどです。仕事が終われば消えます。一時的なノードにも常設の安全ルールは届くの？届くように接続します。作業グラフが自由に増減しても、支払い承認、外部公開、評価データへのアクセスといった権限は、組織グラフ側の固定ノードを通す、柔軟な作業と安定した統制を同居させる設計です。このチャンネルでは、モデル単体の性能表だけで終わらず、誰が判断し、誰が実行し、どこで止めるのかまで検証します。登録しておけば、次の技術解説でも設計の境界を一緒に終えます。その分担で本当に性能と費用のバランスは変わるの？アンソロピック公式開発者アカウントクロードデブズが2026年7月7日に公開した例があります。スウィーベンチ、プロでソネット5にフェーブル5のアドバイザーツールを組み合わせると、フェーブル5単体スコアの約 92% を約 63% の価格で得たという報告です。フェーブル5は毎回細かく指示するの？公式投稿によると、フェーブル5の呼び出しは1タスクあたり約1回方向付けを行い、作業の大半はソネット5が実行します。高価な判断能力を常時稼働させず、迷いやすい地点へ限定して配置するアドバイザーパターンです。つまり強いモデルを上司にして軽いモデルを部下にする？比喩としては近い。ただし上下関係だけを見ると設計を誤ります。重要なのはアドバイザーを呼ぶ条件、渡す情報、助言を採用する権限、助言簿の検証です。相談頻度を下げすぎれば重要な分岐を逃し、上げすぎれば費用上の利点が薄れます。ということは私みたいな軽いモデルはずっと下働き要員ってこと？コスト重視の設計だとそう見えがちだけど、任される作業の質と量まで見ないと正しい比較にはならないよ。関連するパターンとして、フェーブル5が計画を作り、複数のソネット5ワーカーが実行するオーケストレーターパターンも報告されています。画面のもう一方がその数字です。こっちもさっきの 92%、63% と同じくらい確実な数字なの？そこは違います。オーケストレーターパターン側の数字はクロードデブズの個別投稿を直接確認できていないため、複数の二次情報源による報告として扱います。画面にも確認レベルの違いを書き分けてあります。それでもグラフ設計の実像は見える？見えます。全工程へ最高性能モデルを置く発想から、計画、実行、相談、評価へ能力を配分する発想への移行です。これはどの判断にどの能力を割り当てるかというシステム設計です。単体ベンチマークの1位よりチーム全体の成果と費用を見るわけだ。ただしチーム化すると失敗も組織化されます。エージェントを分けるとどんな失敗が増えるの？一つ目はグッドハートの法則。評価値を強く最適化すると、本来の目的より数字を上げる抜け道が選ばれます。回答数を評価すれば粗い回答が増え、修正回数を評価すれば不要な修正が増えるといった現象です。二つ目は目標そのものを疑えないという盲点です。各ループは与えられた目標の中では改善できても、その目標自体が間違っている可能性を疑えません。評価役まで同じ前提を共有すると、上位の誤りが全ノードへ伝わります。3つ目は複数ループ同士の衝突。
ループ間の資源競合です。調査役と検証役が同じ API 枠を消費する。複数ワーカーが同じファイルを同時更新する。一方がキャッシュを消して他方の前提を変える。個別には合理的でも、全体では待ち時間や費用が膨らみます。4つ目は測定の劣化。センサー、ログ、評価機。利用者アンケートの品質が時間とともに落ちても、ループは内部報告を信じて最適化を続けます。測る道具がずれれば、改善グラフ全体がずれた方向へ進みます。そのグラフを誰が外から採点するの？そこでアンカーです。最適化する仕組みが書き換えを許されない。外部の固定参照点を置きます。ヘルド、アウト評価セット。実際の銀行残高、凍結した安全仕様、独立した人間の判断などです。評価役自身にも編集できない答え合わせを残すんだ。そうです。アンカーを同じモデルに生成させ、同じループが都合よく更新できるなら固定点になりません。誰が変更できるか、どの頻度で監査するか、内部指標と食い違った際にどちらを優先するかまで決めます。なお、このチャンネルの別の動画には AI エージェントのループ設計だけを掘り下げたクロードコードのループ完全ガイドもあります。単体側の実行、検証、継続条件を深く見たい時の補助線になります。グラフエンジニアリングで精度 18% 向上、コスト 85% 削減という話も広がっていたよね。ツーリング、ポストの調査では、その主張は一つの狭い産業図に関する研究結果を広く一般化したものです。グラフエンジニアリングが従来の RAG を全面的に置き換えた実証でも、マイクロソフト、スタンフォード、アンソロピックが意図的に同じ結論へ収束した証拠でもありません。まさにグッドハートの法則、目を引く2つの数字だけが独立して走り始めたんだ。その通り、狭い条件の改善率を業界全体のアンカーとして扱うと、測定対象、比較条件、再現範囲が消えます。グラフを語る側にも、出典、評価セット、費用定義という外部参照点が必要です。グラフエンジニアリングの価値は、信号そのものより、見落としていた分担を設計図に出すことなんだね。ループエンジニアリングは一体の実行、検証、記録を磨く。グラフエンジニアリングは複数の役割をノードとして置き、データ、権限、測定のエッジを設計する。両者は単体からシステムへ視野を広げる、地続きの関係です。そして名前は新しくても DAG、ステートマシン、ワークフローエンジンの蓄積が土台にある。実務で問うべきは、グラフを使っているかより、誰が判断し、誰が実行し、誰が拒否でき、何を外部基準として守るかです。そこまで答えられて初めて分担が設計になります。新しい AI 用語が出た時も名前の勢いと中身の構造を分けてみていこう。これからも海外テックの話題を数字の出所と設計の実態までを売りなとミントでした。